にちは。今回はウマ娘シンデレラグレイ第18話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。これが推しの子ですか？黒沢茜じゃないか。この子のスタイルで成功してたのになんでよくね。みんなをラダしててはロタ。みんなとランザム。日本へ来て骨折して終了とか後悔しかないだろう。無念は守護場として晴らしたからな。これ先行作とか取らなければよかったのでは。送りだけ特殊効果なし。それでもこの粘り、つまりは怪物。直線長くね。実際この競馬場は長い。まだ足りなかった。オーラが足りない。ボグリ負けるんかい。世界の壁は高いな。これ実際のレースも結果同じなのか。ちょっと引くレベルで原作を再現しております。そんなに再現度高いのか。目に星がない方が可愛いな。ここで玉も落とさなければコバ年間全勝も見えてたのにな。結果論から言うとここがピークの頂点なんよね。おべいさんまさに健康一滴やね。あの状況から3位に入ったオグリも十分化け物。スマホある世界で記録媒体がテープかよ。ライブ見せろよ。ライブ描写はコストかさむのでカットです。歌見せんのかい。ボイキューにプリティが出てきたぞ。ここだけベルサイユか。この紫の馬全然活躍なかったな。見た目が好みだったのに。薄い本に期待しろ。12着でも美しいで。12着。いつの間にか仲良くなってる。エフェクトなんか恥ずかしかったけど面白かったわ。原作だと普通だったがアニメにするとレースがちょっと冗長に感じてしまった。今までのレースだとそんなことなかったんだがな。レース中に階層入ったからってのもあるかもな。オベイさんとタマは仲良くウイニングライブで来ただろうけど、オグリはどんな顔でウイニングライブしてたんだろう。ウイニングライブのシーンはシングレではほぼないと思っておいた方がいいのかな。プリティが危険水域です。プリティはどこ行った？ここから這い上がったオグリはやはり主人公。黒いオーラ出てますよ。ミシェルこのレース終わった後に温泉宿の女将になるんだよね。スラムダンク永遠の10秒前みたいに直線が長え。弱気よりはまだだ。まだ終わらんよ。ブレイゴーストの魔物だ。オグリ負けんのかよ。負けた。種割れしなかった。何が足りない？初めての3着。うおー。主人公誰だっけ？確定早いな。史実通りなんです。何が足りないって、イージーが足りない。うわー急にペリティに戻るな。優先。この頃は3着は馬券に絡まないんだっけ？副賞。ウイニングライブどんなんだったの？原作でもカット。タイトルだけ書かれてたのはスペシャルレコードだったはず。ウィニングライブいつ以来よ。そんなもんあるってすっかり忘れとったわ。このまま日本に残って守護場だしなと22。へえ。トレセン学園に転入か。マジで有馬に最終回合わせそう。最近オグリ全然活躍しねえな。結果誰が主役なのかわからなくている。来週はボルフか。しかも30分遅れ。めっちゃ潰されるなこの放送枠。2期は前10は面白いのは玉本競り合ってるとこまでなんだよな。バーサスタマモは前哨戦。稲荷、クリークとの衛星三強編が本番。でもおそらく主人公格4頭の中でタマモクロスが一番強いで。来年のジャパンカップはもっとすごいのに。次の有馬はオグリ、タマモ、クリーク、サッカーボーイか。玉も引退までだとこの後はどうするんや。映画じゃカバーできんだろう。アトムはか。最終回は12月21日。相変わらずの時間泥棒アニメ。毎回あっという間。面白い。アメリカの馬娘。俺たちの天城サリー。この回、とにかく気合が入ってて見てて楽しかった。次週お休みか。オグリが後方から上がってきた時はもしやと思ったが、さすがのタマモクロスとベリュアマスター、すべてを出し切る。鳥肌がものすっごいだった。良い回でした。調べてみたらあれなのね。
トニビアンカのモデル、ほんまに日本で素晴らしい馬たちを生み出すのね。トニビアンカが日本でゆっくりした結果、たくさんの馬娘と白い珍獣が生まれた。オベイの声の使い分けすごすぎて食い入って見てたわ。もはや別人やろ。オベイユーマスター役の石上静香さんの見事な演じ分けを見ると、芋座でお出しするべきはこういうものだったんじゃとつい思ってしまう。おべいちゃん、たまちゃんの今後を察したなあれ。ついに次回から有馬記念だ。でも来週休みか。有馬に合わせてる。そういうとこやぞ。再現。マジで年末の有馬に合わせてきたな放送。有馬記念に合わせてスケジュールを考えていたら天才やと思う。来週はお休みで次回は時間変更が忘れないようにしないと。反則を取られる危険と距離のロスを覚悟の上で何が何でも相手の戦意を削ぐという超ハイリスクハイリターン戦術。いくらなんでもバトル漫画的脚色が過ぎるやろと思う人もいるかもしれませんが、これ全部実話なんです。トニビアンカさん後継者育成のため、シュボバに日本に滞在か社代が購入。その描写が原作で描かれていないと思うけど、オグリたち以外にトニビアンカも好きなので、その後日本で馬娘の指導をするトニビアンカとかも見てみたかったな。オベイがタマちゃんと約束するのめっちゃ辛い。骨折がこのレース中だったかは定かではありませんが、仮にそうだとしたら本気で走ったトニビアンカが勝ってたかも。元ネタのトニービンはこの後日本でシュボバ入りしてジャングルポケットなどを出しますが、3区の府中適性が高いのが特徴だったので、トニビアンカ自身もそうだった可能性がありました。オベイユアマスターの用意した秘策の競り合いに強いタマモクロスにはあえて付き合わず、内に切り込んで走るというのは史実でもその通り使われた作戦です。クリス・マッキャロン騎手がタマモクロスに勝つために用意した秘策がこれでした。こうしてみますと、オグリーはなかなか府中で結果出せないのがわかります。90年安田でやっと勝てるのだが、ジャパンカップやステンは相性悪いんですよね。切れ味勝負なら負けないのだけどね。彼女に足りないのは何か、88年有馬で分かれそう。オベイの振る舞い、走り、すべては自分の証明のため。それはタマモクロスも同じ。オグリキャップも同じ。オベイが不完全と呼び、タマモクロスが会得しており、オグリが掴みかけているもの。次回サブタイにこれが来るのが熱い。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。